今日は、普段建築写真家としてね活動している自分がどんなカメラ機材を使ってるかっていうのでねご紹介したいんですが、今日はですねボディです。ボディのお話をちょっといくつかしていきたいかなというふうに思いますが、今日はですねこのパナソニック S1H のお話をねちょっとしていきたいなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。パナソニックさんのミラーレス一眼カメラって2種類の系統があります。 G シリーズというねマイクロフォーサーズ一眼カメラと、それからもう一個ね S シリーズのフルサイズ一眼カメラっていう2系統のカメラがあります。で、特に YouTuber の人たちがねよく使っているのはこの G シリーズの GH5 っていう機種が有名なんですが、こういったものを使うんですけれども、僕自身やはり建築写真を撮る上で必要なのはフルサイズカメラですので、そのために S シリーズを対応しないと難しいかなと思ってまして、この S シリーズにもですね実は3種類のカメラが出てます。一つは S1R ですね。有効画素数が4730万画素の、高画素機と言われる部類の機種。それからもう一個は S1、ただの S1R がつかないんですけど、有効画素数が2420万画素という、そういったカメラなんですが、これでもね 4K 動画 60p でね撮れます。連写速度は秒9コマっていうかね、そういうスピードなので速すぎず遅すぎずという、一眼カメラから言うと中級程度の速さかなとは思うんですが、この後にですねなんと遅れて出てきたのがパナソニックのルミクス S1H というこのカメラ、まさに僕が今メインで使い始めてるカメラなんですが、このカメラ何か違うかっていうと、先ほどの S1 と有効画素数は全く一緒です。有効画素数は2420万画素で連写速度も9コマなんですが、こいつのすごいのは動画性能です。さっき言ったルミクスのこの G シリーズのね GH5 なんていう YouTuber さんがよく使うって言ってたカメラの、いわゆるフルサイズ版だと思ったらいいのかなと思うんですが、導入して分かったんですが、早く S1R でも S1 でも導入しとけばもしかしたらよかったかなって思うぐらいね結構いろんな性能が詰まってて感動してます。じゃあこの S1H なんですがどんな機能があるかっていうのをね少しずつちょっとご説明していきたいなと思いますが、今の段階ではですねこの S1H 多分 S1R も S1 も同じなんだろうと思うんですが、なんと手ブレ補正のね、性能がもう群を抜いていいと思ってます。僕は α9 も使ってましたので α9 の手ブレ補正も、なんとなく、感覚的にはちゃんと理解してるんですが、この S1H の手ブレ補正機能っていうのはもう超抜群なんですよね。これ実際にですねどういった使い方をするかというと、この画面の中にですね真ん中に二重の円が書かれています。でその中にジャイロセンサーみたいな玉っころがついてるんですが、こいつがねこの画面の中でこう動きます。動くことによって今自分がどれだけ手ブレしているかっていうことが実感値でちゃんと分かるようになってるんですね。でこの手ブレしている感覚をですねこの丸い円の中からジャイロのセンサーの玉っころが出ないようにして取れば、いわゆる手ブレせずに取れるということが可能になる。もっと言うとそのジャイロセンサーの玉っころが円の枠に出てしまうと手ブレしてしまうよっていうことがはっきり目で認識できるので、画像を確認するまでもなく手ブレしているのかしてないのかっていうのがシャッターを押す瞬間に自分で把握できるという、そういったちょっと特殊なね機能がついてて、これ僕ね知らなかったんですよね。今まで当然手ブレ補正はねキヤノンの機械には一眼レフカメラ 1DX M2 もついてなかったですし、で α9 は手ブレ補正ついてるんですが、そういった機能を知らないだけかもしれないんですけど、これが α9 ですがどこまで手ブレしてるかどうかっていうのがねちょっと分からなかったんで、やはりちゃんと撮った後にね画像確認していかないと手ブレしてるのかしてないのかっていうのは認識できなかったんですけど、非常に有効な手ブレ補正機能っていうのはこの S1 シリーズというのは持ってるんだろうということで、手持ちでどこまでクオリティの高い撮影ができるかっていうと、この S1H の他にS1 シリーズでいいでしょうけどどんなカメラを使ったらいいのかななんていうのは、思っています。でちなみにこのシグマの MC21 をつけて
て、基本的にはですね、通常の S モードで撮ればですね、キヤノンのカメラレンズを使っても手ブレ補正はちゃんと効きます。これ効かない他のボディもあります。そういった意味ではシグマの MC21 をつけてキヤノンのレンズをつけると手ブレ補正効きますので、非常に有効なボディじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんにもね、この S1 シリーズをおすすめしたいなというふうに思います。僕の場合ね、ちょっといつもね、どのボディもそうなんですけど、こういう L 型のプレート、アルカスイスの L 型のプレートをつけてるんで、ちょっとね、これはね、外して説明をしたいと思います。これはストラップ。一応ね、ルミックスのね、パナソニックさんにもね、ちゃんとプロサポートがありますから、こういうプロサービスというね、ルミックスのプロサービスのこのストラップをつけてます。で、このルミックスのボディなんですが、ここが、モードダイヤルになってます。で、M、マニュアルモード。で、シャッタースピード優先、絞り優先、で、プログラムオートということで、あと、こう C2、C1 とかね。で、あと、こちらがですね、ワンショットとか、電車用モードとか、タイマー撮影とかっていうダイヤルが、このモードダイヤルの下についていると。あとは、僕はあんまり使わないですけど、ここにね、ロックがついてます。これロック。はい、で、ここが画像を再生するボタンです。撮った写真の再生がこれで出てくると。で、次はこっちいっぱいダイヤルボタンがついてるんですが、ここが電源になります。これでシャッターボタンのところに電源がついているという状態で、その上にですね、ホワイトバランス用のボタンと ISO 感度のボタンと、あとは露出を調整するボタンがついてまして、でこれを、一度押すと、これで切り替えが全部できるようになってます。ここのあとジョグダイヤルを動かしても切り替えられるというね。で、シャッターボタンなんですが、もう一個ここに赤いボタンがあって、これが動画用のスタートボタンになってます。で、液晶画面も、これはね、S1H の場合はモニター部分が大きくなってると思います。で、背面になると、いっぱいここにね、ボタンがついてます。全部でいくつついてるんでしょうか？ 1 個、2個で、ここにも、切り替えスイッチがついてて、ジョグスティックがついて、で Q マークモード、これキヤノンさんでもあるんですけれども、ジョグダイヤル、それから真ん中にメニューボタンと、さらにこれがね、また分かりづらいかもしれないですけど、これジョグダイヤルだけじゃなくて、またこれ動くんですよね。右左こうやって、それからここに戻るのがボタンかな。で、あとディスプレイ用のボタンがあります。で、あとこれはゴミ箱ボタンなので、画像を再生して、いらなくなった画像はこいつで消去するというね、そのボタン。で、僕の場合はこのバッテリーグリップつけてます。こういうね、バッテリーグリップね、つけてます。ちょっとね、正直言うとね、ここに2個バッテリーが入れられるといいんですが、バッテリーもですね、1つはこっちなんですよね。ここに1つまずバッテリーが入っていて、このバッテリーも容量が 3050mAh のバッテリーが1個ここに入ってます。で、これでロックする。で、これをこっちのロック方向に回すと止まります。で、そうするとここにある AF オンとかジョグダイヤルと同じように、こっちにも AF オンとジョグスティックの操作があって、で FN といういろんな機能をね、割り当てられるものがついています。あとここに、いわゆるこういうダイヤル装置がこっちにもちゃんとついているので、縦取りをする時ももうほとんど同じような感覚で取ることができる、そんなバッテリーグリップなので、僕としてはやはり常にバッテリーグリップがね、必要な存在かなと思ってつけてます。あとはですね、このボタンにはですね、自分で任意でいろんな機能を割り振ることもできます。で、あともう一個ここにもあるんですね。これ動画のスタートだから、これ自撮りで自分でカメラをこう向いてて自分で前から押せるようになってるっていうね、親切設計になってますね、これね。で、あとはね、ちょっと細かいですけど、ここにストロボを使う時のやつかな、これがね、端子がついてます。だいたい今ボタン関係ですね、全部ちょっと説明したかと思いますが、あとここのボタンを下に下げて手前に引いてあげると SD カードが2枚入るようになっているというね。この
S1H の手ブレの話もさっきしましたけれども、それとね比類して優れてるのがこのモニターのこの動きです。まずこれ、最近だとニコンさんもねマルチアングルモニターつけてますけども、これはなんとこれがまたスライドします。こういう形で動きます。ですから非常に使い勝手としては、なぜこれついてるかっていうと、これ開いた状態で動画撮るといろいろここに挿しますよね、端子を。ここに端子を挿した状態で、普通だとこうやって回転ができなくなっちゃうのを、これを開いた状態であればここに干渉せずに回転するという、これはパナソニックさん考えたなと。逆に今までなぜ他のところもみんなこれやらないんだろうなって今更ながらにね思うような、そんな機能なんですが、これ非常にモニターのねディスプレイの動きとしては便利な機能じゃないかなというふうに思います。いろいろご紹介しましたが、お値段の方なんですが、これ実売価格で今お話しすると、この S1H は約55万円税込みでねしてしまいます。同じねシリーズの S1 はね30万ぐらいになります。それから S1R に関しては高画素の方ですね、これもね、約37万円ぐらいでね実際の販売価格となっています。どれをね選ぶかっていうのは、自分の使い勝手だとか、使い道用途によってね変わってくると思うんで、もう動画をしっかり撮りたいという方に関しては S1H をおすすめします。動画用の機材って本当はもう桁がもう一個変わってきてしまうので、そういった意味では55万っていうのは人によっては安く感じるらしいですので、僕はそうやって思ったのでねこの機械を導入しました。そうやって考えると S1R の4700万画素の37万円の実売価格って非常にもしかしたらお値打ちなのかもしれませんね。ぜひ皆さん、検討してみてはいかがでしょうか。以上で終わりたいと思います。